皆さんごきげんよう、めぐりです。今回は2026年3月のコストコ購入品をご紹介します。計28点、48,133円分。諸事情により2本の動画に分けました。こちらの動画は2本目になります。実際に食べてみた感想や収納する様子もご紹介しますので、コストコ会員さんはもちろん、そうでない方にも何かの参考になれば幸いです。それでは早速ご覧ください。アンズテーブルクラムチャウダー2倍濃縮。コストコのフードコートで販売されているクラムチャウダーが家庭でも味わえるという商品。賞味期限は24日。要冷蔵の商品です。2倍濃縮タイプで 830g 入っています。私が行った日にちょうどタイミングよく280円引きになっていました。チャックが開いていたようで、チャックの上まで中身がついてベトベトな状態でした。中身はおからやポテトサラダのような見た目。食べたい分だけ計量して使えます。1人分は約 100g 使用します。つまり約8人分作ることができます。1人前で約138円。ちなみにフードコートで買うと1杯480円。フードコートのクラムチャウダーは 300ml らしいので、比べるのがちょっと難しいですが、計量して温める手間や伸ばすための牛乳の金額を足してもこちらの方がお安いと思います。同量の牛乳を入れて温めます。中には肉厚なオーシャンクラムと呼ばれるオレンジ色の二枚貝、そして存在感のある角切りじゃがいもが入っています。玉ねぎやセロリも入っているようですが、ドロッとしていて分かりづらいです。初めはボソボソしていましたが、しっかり温めるとトロトロで濃厚なスープになりました。どちらかというとポタージュっぽいドロッとした感じ。濃縮タイプなので濃さの調節ができたり、牛乳ではなく豆乳やアーモンドミルクなどお好みで変更できたりするので、それも魅力の一つ。いろんな具材の味が複雑に重なり、深みのあるコクがあり、ミルキーで臭みや癖もなくてとても美味しかったです。ですが子供たちの口には合わなかったようで、夫婦2人で食べました。酪農牛乳。スーパーではよく見かける牛乳ですが、コストコでは初めて見かけました。1リットルのパックが2本セットで418円。賞味期限は10日。1本あたり209円。お値段はスーパーと大きな差はありません。成分無調整の牛乳です。良質な牛乳をお求めやすい価格でがコンセプトの商品。先ほどのクラムチャウダーに使っていたのはこの牛乳です。バナナジュースにも使いました。三元豚ヒレ真空パック。以前も購入して値段の割に美味しかったのでまた買いました。賞味期限は11日。真空パックになっているので賞味期限が長めです。世界で最も養豚に適した環境と言われているカナダ産の豚肉。豚の背中の肉、ロースの内側にある部位のヒレ肉。脂肪がほとんどなく、動くことの少ない部位なので、筋組織がきめ細かく、柔らかいのが特徴。1780g も入ったコストコらしい大容量。ですが、2つのパックに分かれているので、4人家族の我が家では小分けせず1パック使い切ることができます。この1パックの中には2つの塊が入っています。ドリップをしっかり拭くことにより生臭さを抑えることができます。100g あたり118円。1780g も入って2100円でした。スーパーで購入するより断然お安いです。
ちなみにスーパーだと 2,3 倍以上の値段はします。筋切り済みなので表面についた水分を拭き取ればこのまますぐに調理できます。ローストポークを作りました。ピンク岩塩とひきたてのブラックペッパーをたっぷり振りなじませて30分放置します。出てきた水分をキッチンペーパーで押さえます。オリーブオイルを全体になじませます。表面にほんのり焼き色がつく程度に焼きます。すべての面に焼き色をつけたらアルミホイルで包みます。肉汁が流れ出ないように巻き終わりを上にします。オーブンで焼きます。焼き終わったら庫内で2時間冷まします。マスタードクリームソースを作ります。パーティーの一品としてもおすすめです。柔らかくて歯切れがよく安定の美味しさでした。プレミアムユダヨーグルトプレーン。大好きなヨーグルト。砂糖が入っていないプレーン味。一時期 SNS で話題になっていた高級ヨーグルト。とはいえ 800g とたっぷり入っています。賞味期限は15日。今では一般的なスーパーでも手に入るようになりましたが、やはりコストコだとお安く買えます。ヨーグルトでは珍しいアルミ素材のパウチに入っています。ちょっと取り出しにくいのが難点ですが、美味しさをキープするためにこのパッケージになったそうです。岩手県産の生乳にフレッシュな生クリームが加えられているので、とにかく濃厚。
ユダヨーグルトの最大の特徴はもっちりとした舌触り。そのままでも食べられますが、アガベシロップか蜂蜜を入れて食べるのが好きです。何度食べてもとっても美味しいです。もちっとしているのに後味はすっきりしています。ユダヨーグルトを購入した時はせっかくなので増殖させています。ジッパー付きの袋なので保存に便利です。これでしばらくユダヨーグルトを楽しみます。ライオンコーヒーカフェハワイ。アメリカで一番古い歴史を持つ老舗のコーヒーメーカー。ハワイで6年連続人気ナンバーワンコーヒーブランドに選ばれたライオンコーヒーのコナ。夫のリクエストで購入しました。高級豆のみを使用している150年続くアメリカの老舗ブランドの商品。ブランドのロゴマークライオンの顔が刻印されたクリップ付きです。ライオンコーヒーでは珍しい中深入りのノンフレーバーコーヒー 793g 約80杯分とたっぷり入っています。このノンフレーバーの大容量サイズはコストコ限定商品らしいです。コロンビア、ブラジル、ハワイ産の高級アラビカコーヒーが 100% 使用されています。グラニュー糖とザラメの中間ぐらいの粒度の中挽き。香ばしさとしっかりとした苦み、ほんのり甘い香りで酸味はほぼありません。深みのある味わいですっきりとした後味。はっきりと好き嫌いが分かれそうなパンチ強めのお味。残念ながら私の口には合いませんでした。そしてなんと夫のリクエストはバニラマカダミアのフレーバーコーヒーだったらしく、残念な結果に。カークランド冷凍エビ。冷凍の生エビ 908g も入ったコストコらしい大容量。コストコのプライベートブランドカークランドの商品。原産国はタイ。養殖されたバナメイエビです。お気に入りでもう何度も購入しています。賞味期限は9ヶ月。コストコの冷凍エビには生エビと加熱処理済みの茹でエビがあって、さらにお付きとおなしが選べて、さらにサイズも4種類ぐらいあり、今回も前回同様お付きの31から40というサイズを選びました。解凍方法は美味しく仕上がる塩水解凍一択。解凍するエビの大きさや量にもよりますが、こちらと同じ31から40サイズで10尾前後の場合、水 500ml に対し塩大さじ1を入れます。そこに冷凍庫から出したてのエビを入れて15分程度放置するだけ。旨味を逃さずプリプリの食感を保ちつつ、臭みも出にくい解凍方法です。収納に便利なジッパー付きの袋です。
すでに背わたが取られている状態なので、そのまま調理に取り掛かれます。500ml のお湯に対し小さじ1の塩を入れ、解凍したエビを一気に入れ、くるくる回します。赤くなるまで約1分茹でます。茹ですぎると硬くなってしまうので、さっと茹でるのがポイント。色が鮮やかになったらすぐに取り出します。あとは余熱で火を通すと硬くならずプリッと仕上がります。下処理不要で簡単に美味しいエビが食べられるので、冷凍庫に常備しておくと何かと助かる商品の一つ。エビ団子のブブあられ揚げを作りました。ダイソーにブブあられ的なものがあったので購入してみました。サプートチーズヘッズストリング。以前にも購入したアメリカ版の裂けるチーズ。日本では圧倒的に雪印の裂けるチーズが有名なので、どうしてもそちらに手が伸びてしまいがちですが、以前おすすめしていただき食べてみたら美味しかったのでリピ購入です。なんと原材料が低脂肪牛乳と食塩のみ。乳化剤や香料、調味料、着色料などが入っているチーズが多い中、このシンプルさには驚きです。12本ずつつながったものが4つ、計48本入っています。1本ずつ真空パックの個包装になっています。手で簡単に切り離すことができます。1本あたり約50円。雪印裂けるチーズの半分以下の価格です。サプートはカナダに本社を置く世界トップクラスの乳製品メーカー。今では世界中に工場を持つ巨大企業ですが、創業当時は手作り器具でチーズを作り、息子さんが自転車で配達をしていたそうです。ちなみに裂けるチーズは 25g、 サプートは 28g で、サプートの方が少し量が多いです。雪印の裂けるチーズと比べるとしっとりしていて柔らかいのが特徴ですので、このサプートには独特なキュッキュッとした食感はありません。ですので柔らかくてミルク感が強めの方が好きな方におすすめです。このチーズを使ってオムライスにかけるチーズソースを作りました。
カルビーじゃがりこサラダ味。大人気の国民的なお菓子、王道のサラダ味。息子のリクエストで購入しました。賞味期限は4ヶ月。スーパーやコンビニなどで売られているものと同じ 57g のカップが入っています。12カップで1398円、1カップあたり約116円。スーパーで購入するよりお安いです。ちなみにこのサラダというのは程よい塩味。お菓子の世界ではサラダはサラダ油を塗って塩をまぶしたものを指すそうです。はじめはカリッと、後からサクサクとした食感は唯一無二。パントリーのお菓子専用スペースに収納しています。コシヒカリブレンド無洗米 10kg。 コシヒカリのブレンド米 10kg。 お米を洗わずそのまま炊ける無洗米です。 10kg で7180円とスーパーで購入するよりお値打ちです。開封した瞬間に空気が入っていきます。鮮度保持包装で真空状態だったことがわかります。賞味期限は約4ヶ月。産地や銘柄、年産にとらわれない複数のお米が混ざっているブレンド米ですが、半分はコシヒカリで残りの半分も国産のお米で安心。基本的には単一原料米を買うようにしていますが、米不足の時に購入して普通に美味しかったので、それからもう何度か購入しています。今回もスーパーの無洗米よりお安く買えて嬉しいです。無洗米なので洗わずそのまま炊くことができます。驚くほど楽ですっかり無洗米の虜になってしまいました。無洗米は米ぬかが取り除かれている分、調味料が普通の精米よりも少し多くなるため、水をほんの少しだけ多めに入れて炊きます。ブレンド米といえど半分はコシヒカリなので普通に美味しいです。
三元豚切り落とし。もう何度も購入している豚肉、カナダ産です。100g あたり105円とスーパーで購入するよりもお得。ちなみに4ヶ月前はさらにお安くて 100g あたり84円でした。消費期限は購入日含めて3日。切り落としといってもスーパーなどで見かける切り落としとは全くの別物。厚さも大きさもしっかりとしていて、普通のスライス肉として扱えるレベル。約 2.5 キロあり、とても食べきれる量ではないので小分けして冷凍しておきます。小分けに使うのはコストコの名品プレスンシール。使うときは解凍プレートに乗せて解凍します。サプートのチーズを使ってチーズ肉巻きを作ります。サンキストカラカラオレンジ。一度食べてから虜になったカラカラオレンジ。前回はシムフレッシュの商品でしたが、今回はサンキストの商品でアメリカ産です。ちなみにどちらも大きな差はないと思っています。以前購入した時より400円もお安くなっていました。ベネズエラのカラカラ農園というところで、ネーブルオレンジの突然変異種として発見され、その後アメリカに持ち込まれて栽培されるようになった品種。前回は10個でしたが、今回は8個でした。1個あたり約125円。大きさはどれもほぼ同じぐらい。直径約8センチとしっかりとした大きさがあります。ネーブルオレンジの特徴であるおへそのようなくぼみがあります。見た目はネーブルオレンジそっくりです。果肉がピンク色をしたオレンジ。別名ピンクネーブル。切った瞬間から甘く爽やかな香りが広がり、食欲をそそります。みずみずしくてとっても美味しそうです。実がしっかり詰まっていて、香りもよく見るからにジューシーで、とっても甘くて薄皮が口に残ることなどなく、今回も期待通りの美味しさでした。そのまま食べるのはもちろん、エクストラバージンオリーブオイルとピンク岩塩をかけてサラダとして食べるのも好きです。オリザの米油。栄養豊富な食用油。
玄米 1kg から約 15g しか取れない貴重な油。1650g も入ったコストコらしい大容量。とてもお気に入りで3回目の購入です。米油はお高いイメージですが、1.6kg 超えで1000円以下なのにはびっくりです。大きな容器ですがハンドルがついているので、片手でも安定して注ぐことができます。とはいえ揚げ物以外でこのまま普段使いするのはちょっと使いづらいので、移し替えて使用しています。画面越しだと伝わりづらいですが、とてもサラッとしています。無味無臭で癖がなく、どんな料理にも使える万能油。玄米を精米してできる米ぬかから生まれた植物油なので、玄米由来の栄養素をたっぷり含んでいます。栄養機能食品ビタミン E の表示までされていました。このビタミン E は抗酸化作用があり、体内の脂質を酸化から守って細胞の健康維持を助ける栄養素。ベタつかずさらっと揚がるので、この油で揚げると胃もたれしにくいのが嬉しいポイント。初めて食べた時、油を変えただけでこんなに違うのと驚いたことを今でも覚えています。癖のない油なので素材の美味しさをしっかり味わうことができます。酸化しにくく高温にも耐える性質があるので、揚げ物や炒め物などの調理に適しているそう。酸化に強いので揚げ物に使った油でも繰り返し使えるそうです。油臭さもなく、カラッとサラッと揚がります。もちろん揚げ物以外の調理にも重宝しています。マルハニチロツナフレーク。油漬けのツナ缶です。80g 入った缶詰が18缶セットになった 1.4kg 超えの大容量。一般的なツナ缶は内容量 70g のものが多いので、こちらは 10g 多く入っています。高タンパク質で良質なマグロのみを厳選して作られた国内生産の缶詰。賞味期限は2年10ヶ月。いろんな料理に使えて保存食としても最適なので、ストックしておくと安心感があります。スーパーやドラッグストアなどでもよく見かけるマルハニチロのロングセラー商品。1缶あたり約116円。スーパーやドラッグストアで購入するよりお安いです。ツナと白菜の卵とじ丼を作ります。我が家ではサラダに使うことが一番多い気がします。
卵20個。もう何度も購入しているビタミン E が豊富な卵。賞味期限は12日。MS から LL サイズの卵がミックスで入っています。一般的な卵と比べてビタミン E が豊富なことが特徴。通常の卵の約 2.7 倍。鶏の個体差、季節や飼料状況によって変化するみたいで、ビタミン E がなんと4倍から8倍の時もありました。コストコの卵は価格変動が大きいのですが、3ヶ月前から60円も値下がりしていました。1個あたり約28円。一般的なスーパーで売られている10個分に換算すると、1泊あたり279円。MS から LL サイズと大きめでビタミン E が多いので、このお値段だとスーパーで購入するより高コスパです。パッと見大きさのばらつきはほとんどなく、どれもしっかりとした大きさがあります。栄養価が高く、大きめの卵がお安く買えて嬉しいです。黄身の色がとても濃くて鮮やかなオレンジ色です。ひな祭りのお寿司ケーキに乗せていた錦糸卵はこの卵で作りました。ファーマインとバナナ。フィリピン産のバナナ。本当はコストコで買えるオーガニックバナナが好きなのですが、今回もこちらのバナナしかなかったのでこちらを購入しました。9本ついているものを選びました。1本あたり約36円。曲がっているので正確には測れませんが、直線の長さで約17センチとしっかりめの大きさ。程よい甘さともっちりとした食感で美味しいバナナでした。バナナジュースも作りました。
以上、2026年3月2本目のコストコ購入品のご紹介でした。1本目の動画をまだご覧になられていない方は、そちらもぜひご視聴ください。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもいただけたら嬉しいです。インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。